皆さんこんにちは。日本国内においては現在でも大麻イコールドラッグという印象が根強くありますが、海外に目を向けるとその印象は大きく変わり、大麻イコール嗜好品や医薬品となります。近年世界中で大麻の規制を緩和する流れが早まっており、いずれ日本にもこの流れが押し寄せる可能性もあります。そこで今回の動画では2019年現在で大麻を吸うことのできる世界中の観光地を10カ所ご紹介させていただきます。次の旅行の参考になったら嬉しいです。それではお楽しみください。まずはクリスチャニア、デンマークです。クリスチャニアはコペンハーゲンの中心部に位置し、ヒッピーたちの集まる自治区となっています。広さは東京ドーム約7個分に相当します。このフリータウンは1971年に芸術家によって設立されました。クリスチャニアは自国の旗を持ち、自国のルールを設けています。少し紹介すると、暴力禁止やハードドラッグ禁止、自動車の通行禁止などがあります。基本的にはピースでいてねっていうことですね。クリスチャニアのグリーンランド地区には24時間営業の大麻販売店があります。プッシャーストリートは薬物取引の中心地で独特な雰囲気を醸し出しています。次にボストンです。2016年にマサチューセッツ州で大麻が合法化されましたが、2018年までは店頭販売を行っていませんでした。ですが2018年末にディスペンサリーがオープンし、大麻を買うことが可能になりました。現在21歳以上であれば最大10オンス約 28g の所持が可能で、1人につき最大6株、1世帯あたり最大12株の大麻栽培が可能となっています。次はコロラド州です。コロラド州では大麻ツーリズムが盛んです。市や州の観光局は大麻を宣伝することで観光客を取り込もうとしています。コロラド州は大麻のナパバレーと呼ばれていて、大麻農場の見学ツアー、大麻料理教室などが開催されています。デンバーはロッキー山脈の麓に位置する町です。自然豊かなこの町には地元のアーティストのためのギャラリーやアメリカ先住民の美術館、さまざまなパフォーマンスが楽しめるアートセンターなど芸術に秀でた文化施設が数多くあります。次はオランダのアムステルダムです。アムステルダムは大麻の聖地を巡る旅人たちにとって聖なる都となっています。オランダの国会議員がソフトドラッグへの新しいアプローチとして規制を緩和した1976年以降、アムステルダムには250を超えるコーヒーショップ、大麻販売店があります。またフェルメールの生物画にはフルーツよりも大麻が多く描かれています。次はカナダ・バンクーバーです。バンクーバーはアンステルダムと呼ばれることもあるほどで、2018年に大麻が合法になる前から大麻に対して非常に寛容な都市として知られています。公共の場での使用は禁止されていますが、実際は街中の至る所で大麻が吸われています。カナダの大麻市場は爆発的に伸びており、これから大麻がカナダの経済に与える影響は計り知れません。続いてバルセロナ、スペインです。ガーディアン紙によると、過去5年間でバルセロナの大麻クラブ、大麻を買うことのできるコミュニティはスペインを南のオランダへと変化させました。大麻クラブの会員になることで1日 5g までの大麻の使用を購入することが可能となります。年会費は20から30ユーロ程度で、会員になる方法は大麻クラブの会員から紹介を受けることで会員になることができます。2010年には40社ほどしかなかった大麻クラブですが、現在カタルーニャ地方だけで700社あると言われています。次はポートランドです。2015年10月にオレゴン州では嗜好用大麻が合法となったのと同時に大麻の観光が盛んになりました。現在ではオレゴン州において大麻関係の観光が貴重な収入源となっています。ポートランドには100軒以上ものディスペンサリーがあり、近年ではアメリカで最も住みやすい都市に選ばれたことでも有名です。人口が約70万人いるポートランドでは、その住みやすさから毎週500人もの住民が他の州や町から移住してくるそうです。続いてプラハ。チェコ共和国は
ヨーロッパで最も薬物に寛容な国として知られていて、コカインやエクスタシー等も微量の所持が可能となっています。大麻に関しても所持や栽培が可能となっており、その中でもプラハは大麻に寛容な街として有名です。続いてシアトル。2012年に施行用の大麻が合法となったシアトルでは、2014年から正式に大麻の販売が可能となり、販売開始初年度から7000万ドル、日本円にして約80億円の税収を生み出しました。西海岸の人はグランジ音楽やスターバックスと同じぐらい大麻が大好きです。最後にウルグアイです。2014年に大麻の使用と所持を合法としたウルグアイ。南米有数のリゾートタウンとしても有名なプンタデルエステは大麻でも有名で、合法的に大麻を吸うことができるロケーションとしては世界でもトップクラスでしょう。あの世界一貧しい大統領として有名なホセ・ムヒカ元大統領も友情出演しているハッパ55という映画の舞台はウルグアイです。僕も先日見に行きましたが、非常に面白かったです。お客さんが年配の方も多く、日本の大麻の価値観が少しずつ変わっているのかと思うと嬉しく思いました。冒頭に話した通り、まだまだ日本では大麻イコールドラッグのイメージが強いですが、きっとこれらの観光地のように寛容に大麻を扱う時代が来るかもしれません。また、日本人が海外で大麻を吸ったら捕まってしまうのか疑問になる方は、概要欄にこちらの動画も貼っておきますので、ぜひ参考にしてみてください。MJ チャンネルでは大麻に関する情報を分かりやすく解説していきます。少しでもいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。次回も楽しめるようなコンテンツを用意していきますので、通知ボタンも押してくれると嬉しいです。Twitter とメディアの運営も頑張っていますので、よかったらチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。